ちょっと待ってくださいね。年季の入ったカフェで、一人の女性が外人に囲まれて困っていた。ここは、常連客が数人来るだけの、静かな店のはずだった。ところが、その日やってきたのは高級感ある服装の女性と、数名の外国人。広げられた書類や図面らしきものを眺めながら、英語でまくし立てる彼らに対し、女性は明らかに戸惑っていた。その様子は、ちょっと待ってください。サステナブルですか？そのご提案が。一生懸命に英単語を絞り出しているらしいが、外国人たちの早口と専門用語に追いつけない様子だ。誰か通訳してあげられる人はいないのか？視線をさまよわせている彼女の姿がやけに目に焼き付く。次の瞬間、俺はカウンターの奥からスルスルと近寄っていった。もしよかったら手伝いましょうか。誰に聞かせるでもない小さな声が気づけば俺の口をついて出ていた。あなた、英語わかるんですか？とっさに振り向いた彼女の驚いた瞳。それはまさかこんな小さいボロいカフェのバイトが通訳なんてできるはずがない。そんな表情を浮かべていた。もっともだ。俺はただのバイト。マスターの下で気ままにコーヒーを入れては客のいない時間をやり過ごしているだけ。でも、このまま見過ごせば、どうやら彼女の企画とやらは白紙になってしまうかもしれない。そう。これが後々、俺の平凡だった日常を一瞬で塗り替えてしまう始まりだなんて、この時はまだ誰も知る由もなかった。俺の名前は小林相馬。都会の片隅にある小さくて少しボロいカフェでアルバイトをしている。店の名前はカフェさくらといって、看板は色あせかけ、扉の立て付けも少し怪しい。おしゃれな喫茶店とは無縁の昭和の香りが残るこの店に、毎日ほんの数人の常連客が来る程度だ。昼間の店内はいつも静かだ。客の入りはまばらで、マスターの立花さんは、カウンターの向こうで新聞を読んだり、コーヒー豆を適当に引いたりと、のんびり過ごしている。俺も同じように、オーダーが来るまでは掃除をしたり、本棚の整理をしたりするくらいで、特に忙しいわけではない。このカフェは昔ながらの建物で、歩くたびに床がきしむ音が妙に懐かしくて心地いい。マスターの立花さん自身も、客商売というよりは、完全に趣味で店を開いているような人だから、好きにやればいいよと気楽に言ってくれる。そのおかげで、俺も肩の力を抜いて働けるし、居心地の良さがこの店に居ついている一番の理由かもしれない。そんなある日のこと。昼下がりの店内はいつも通り閑散としていた。カウンターにはマスターが一人、日焼けした新聞のテレビ欄を眺めていた。その時、やや焦った様子の女性がドアを開けて入ってきた。パッと見てわかる。ここらの客層とは明らかに違う、高級感のある服装。それでいて、威圧感がなく、明るい雰囲気をまとっている。艶やかな黒髪をふわりと巻き、背筋が伸びていて、どことなく育ちの良さが感じられる人だった。後に知ることになるが、彼女こそが、白石玲香。ある企業グループ社長の一人娘だ。その日は白石さんと、数名の外国人が店内に入ってきた。みんな、小さなカバンや書類の束を抱えていて、何かの打ち合わせをする様子だった。俺は、いらっしゃいませと声をかけ、テーブルを案内した。すると、白石さんは軽く微笑んで、4人掛けの席をお借りしてもいいですか？と尋ねてくる。もちろんです。どうぞごゆっくり。俺が落ち着いた声で答えると、白石さんはほっとしたように微笑んだ。続けて、ありがとうございます。なかなか静かな店が見つからなくて助かります。という。彼女の後ろでは、スーツ姿の外国人たちがファイルを広げ、英語で議論を始めていた。どうやら、彼女たちの目的は、再生プロジェクトなるものの打ち合わせだったらしい。正直、カフェさくらのような場所でそんな重要そうな話をするなんて少し意外だったけれど、人目につきにくいからこそ都合がいいのかもしれない。もしくは、白石さんがここに何かしら縁があって予約したのか。まあ、その時の俺は深く考えず、難しそうな会議だな、くらいに眺めていた。ところが、しばらくすると、彼らの会話が妙に噛み合わなくなってきた。バイヤーたちは、英語でかなり専門的な話をしているようだが、
白石さんはうまく返事ができずに困った表情をしている。通訳らしき人も見当たらない。話を聞く限り、どうも通訳が急な体調不良で来られなくなったらしい。サステナブルなご提案を。白石さんが一生懸命に英単語を思い出そうと口にするが、相手が早口でまくし立てるため、到底追いつかない。投資家たちもいまいち伝わらないようで、苛立ちとも取れる様子で声を上げる。その様子を見かねて、俺は自然と体が動いていた。カウンターの奥からこっそり近寄り、彼らの英語のやりとりを耳にしつつ、そっと声をかける。よかったら、少しお手伝いしましょうか。俺が遠慮がちにそう言うと、白石さんは何秒か目を見張った。バイヤーたちも、こいつ誰だといった顔をしている。そりゃそうだ。まさかこんな店のバイトが英語を話せるとは思わないだろう。あなた英語わかるんですか？まあ多少は。もしご迷惑じゃなければ、通訳くらいできますよ。俺は軽く息を整え、流れを把握してから通訳を始めた。このプロジェクトでは、老朽化した建物を改修し、地域の観光資源として再活用したい、と彼女は考えています。ご予算に関しては、勢いよくまくし立てていたバイヤーたちも一瞬驚いた顔をして黙る。続けて、俺が落ち着いた口調で話を紡ぐと、やがて彼らは納得したように頷き始めた。切羽詰まっていた白石さんも、ほっと胸をなで下ろす。すごい。ありがとうございます。彼女は俺に向かって深々と頭を下げた。何もそこまで、と思うほどだったが、それほど切実に困っていたのだろう。やりとりが一段落すると、白石さんは感極まった様子で言葉を続ける。通訳さんが急に熱を出して来られなくて、私一人じゃどうにもならなくて。周囲を見渡すと、バイヤーたちの表情は和らいでいる。英語がクリアに伝わったおかげで、誤解も解けたようだ。彼女たちが持ち込んだ図面や計画書は、老舗旅館か古民家の改装プランのようだ。どうやら町の再生プロジェクトという大きな取り組みの一環らしいが、細かい話はまだよくわからない。俺はひとまず、バイヤーたちが何を要望しているのか、一通り聞いて訳してあげる。白石さんは、俺の通訳を頼りにしながら、一生懸命プレゼンの意図を説明している。やがて、打ち合わせが一段落し、バイヤーたちは小さく会釈して店を後にした。おそらく、ホテルかどこかへ戻ったのだろう。白石さんは、ほっとした表情を浮かべながら、カウンター席に腰を下ろす。助かりました。もうどうしようかと。ここでプレゼンを投げ出してたら、信頼問題に発展しかねなかったので、本当に感謝しかありません。いえ、そんな、大したことはしてないですよ。たまたま近くにいただけですし。謙遜してみせる俺に、白石さんは笑顔を向けた。正直、その笑顔はかなり魅力的だった。大企業の令嬢という話を聞いても、不思議じゃない凛とした雰囲気だが、どこかしら人懐っこさも感じさせる。そのギャップに少しドキッとしてしまう。ところで、あなたはこのお店でバイトを？それともオーナーさんですか？彼女は少し首をかしげながら質問する。俺はただのバイトですよ。マスターの立花さんが雇い主。実は英語が少しできるんで、外国人のお客さんが来た時には手助けすることもありますけど、俺は苦笑いを浮かべながら答えた。彼女は、少しなんかじゃなかった気がしますけど。と、怪げそうに首をひねる。あんた、すごく流暢でしたよ。あれが少しなら、私の方がちょっと気遅れしちゃいます。たまたま勉強する機会があっただけで、まあ今日はお役に立ててよかったです。俺は照れくささをごまかすようにテーブルの上で軽く指を組む。そうなんですね。あなたのお名前は？ああ、すみません。俺は小林相馬って言います。私は白石玲香と言います。白石グループの社長の娘。なんて言うと聞こえはいいんですけど、実際はただの小娘ですよ。大したことはしてませんし。白石グループといえば、不動産開発から観光業まで幅広く手掛ける大企業だ。地元では老舗旅館やホテルチェーンでも有名らしく、テレビのコマーシャルや観光 PR でもその名前を見かけることが多い。そんなビッグネームの社長令嬢だという彼女が意外にも謙遜するように言うものだから少し不思議な気分になる。白石グループの、と俺が返しかけたところでカウンターの奥からマスターがのんびりした足取りでやってきた。どこかで物音がしたのか新聞を置いて出てきたようだ。
お客さん、コーヒーのおかわりはいかがですか？ごゆっくりなさってくださいね。相馬くんもそろそろ休憩でも取ったらどうだ？マスターはテーブルの上をちらりと見回しながらにこやかに言う。俺が、いえ、まだ仕事が、と口に仕掛けると、仕事って言っても、うちに客なんてほとんどいないんだからいいんだよ。お嬢さんのお手伝いをしてあげたら、とあっさり提案してきた。いいんですか？実は資料の翻訳や確認をしなきゃいけないんですけど、通訳の方が体調を崩してしまって困っていたんです。もし小林さんが良ければ、引き続きお願いできませんか？白石さんは申し訳なさそうに口を結んでから、急に思い立ったように声を弾ませる。それこそ、コーヒー1年分をまとめ買いしますよ。毎日でも通いますから。その言葉に、マスターは、ほう、それはありがたい。そしたらうちの売り上げも少しは潤うかな。と、少し大げさに目を輝かせてみせる。いいんじゃないか。店はいつも通り暇だし、相馬くんが気にしないなら、ね。マスターはそう言うと、俺の背中を軽く叩いた。わかりました。通訳するだけでよければ、できる限り手伝います。そう伝えると、白石さんはパッと顔を輝かせる。そして、助かります。よろしくお願いします。と、深々と頭を下げた。その仕草に自然と笑みがこぼれる。なんだかよくわからないうちに、話がトントン拍子で進んでしまったけれど、困っている彼女を放っておけないというのも事実だ。かくして、客がいないというマスターのお墨付きをもらいながら、俺は白石玲香さんという美人令嬢の仕事を手伝うことになった。マスターはニヤニヤと満足げだし、白石さんも少し気が楽になったようだ。俺はというと、これまで静かだった店にやってきた突然の嵐のような展開に少し胸が高鳴っていた。それから数日が経った。カフェさくらの閉店時間が近づく頃、俺は白石さんの資料をほぼ訳し終わろうとしていた。観光資源の活用に関する国際的な事例や、彼女たちのグループが手掛けようとしている再生プロジェクトの具体的なプラン、それらを英語から日本語へ、あるいは日本語から英語へと行ったり来たりする作業だ。もう少しで終わりそうだね。作業に一区切りついたところで、俺は軽く伸びをした。途端に肩がバキバキと音を立てる。どうやら思った以上に集中していたらしい。時刻を確認すると、閉店まであとわずか。マスターはいつものようにカウンターで新聞を読んでいる。お疲れ様です。助かります、本当に。白石さんは感謝の言葉を口にしながら、手元のマグカップに残っていたコーヒーを飲み干した。実は、翻訳してもらった書類をもとに、今度は現地の物件を見て回りたいんです。もちろん英語の説明が必要になりますし、もしよかったら小林さんにも同行してもらえないかと。白石さんの口からそう提案されたとき、俺は少し驚いた表情を浮かべていた。というのも、あれだけ大掛かりなプロジェクトなら、正式な通訳やスタッフを引き連れていくのが当たり前だと思っていたからだ。まさか、俺一人を指名してくるとは思わない。他に通訳の人とか、スタッフとかは？遠慮がちに尋ねると、白石さんは申し訳なさそうに口を結んだ。本来ならそうするんですけど、今回はあまり大勢を連れて行きたくないんです。大きな話であるほど、周りが先にビジネスの匂いを強くしてしまうでしょう。それよりも、まずは私自身の目で見て、心で感じながら、必要なら英語で説明できる最低限の人員がいればいいかなって。なるほど。そういうことなら、俺でよければ、ぜひ手伝わせてください。シフトはマスターに調整をお願いしておきますよ。よかった。そう言って、彼女は微笑んだ。翌朝、駅前のロータリーに行くと、白石さんはすでに待っていた。小ざっぱりとした SUV のボディが日の光を反射して眩しく光っている。彼女はドアを開けながら、おはようございます。と笑顔を向けてくれた。車のエンジンが静かにかかり、ゆっくりと走り出す。市街地を抜け、やがて田園風景が広がるエリアへ入った。窓の外には低い山々が連なり、古びた民家がぽつりぽつりと姿を見せる。さっきまでの都会の喧騒が嘘のように、静かで穏やかな空気が流れていた。今回行く物件はいくつかあるんですけど、まずは一番古くて傷みが激しい場所から見に行きたいんです。そこでどんな改修が必要かを考えて、それから別の物件へ移動する予定です。そうなんですね。先に問題児をチェックする感じですか？そうなりますね。
でも、実は私、そこが一番好きなんです。荒れてはいるんですけど、見れば見るほど愛着が湧いてくるというか。彼女は運転しながら柔らかい笑みを浮かべる。まるで、もうすでにその物件に惚れ込んでいるようだった。窓を少し開けてみると、初夏の爽やかな風が車内を抜けていく。俺は助手席に資料を広げながら、昨日までに訳した書類を再確認する。そこには各物件の築年数や構造、修繕の見積もりなどが書かれていたが、実物を見ないとわからない部分も多い。やっぱりお父さんの考えが大きいんですか？白石グループとしてこういうプロジェクトを推進するってことは、ふと疑問に思って口にすると、白石さんはわずかに目を伏せてからそっと首を振った。そこにはいつもの明るい表情とは異なる、どこか苦しげな色が見える。いいえ、実は父は私のこの計画には反対しているんです。大掛かりな改修は借金を増やすだけだし、うまくいかなかった時に取り返しがつかないって。昔、父が同じような再生プロジェクトに挑んで失敗したことがあって、その時に多額の負債を抱えてしまったんです。それ以降、父は古い建物なんて壊して新しく建て直す方が効率的だという考えを強く持つようになって。だから、私がこうして古い旅館を残したいって言うと、そんなのは夢物語だって取り合ってくれなくて。白石さんの声にはやり場のない悲しみが滲んでいる。私の母は数年前に病気で亡くなってしまったんですけど、母方の実家が小さな古民家だったんですよね。私は子供の頃、母に手を引かれてそこでよく遊んだんです。今はもう取り壊されて更地になってしまっているんですけど。そう言いながら、彼女の声は自然と少しだけ震えた。私が祖父母の家に着くと、母はいつも縁側の障子を開けて風を通してから、さ、もう靴下脱いでいいわよって笑うんです。それで素足のまま床のきしむ音を聞きながら部屋中を走り回ったり、おやつをつまんだりして、冬になると小さなこたつを出して二人で川の字になって寝転んで、畳とこたつの混じったあったかい匂いを嗅ぎながらうとうとしたり、あの時間が私にとっては本当に宝物みたいだったんです。懐かしさと痛みが入り混じった声に、俺は何も言えず聞き入る。いつもは落ち着いて物事を進める彼女が、今はまるで当時に戻ったかのように言葉を紡いでいる。そこに母の穏やかな笑顔や、祖父母の古い家に漂うぬくもりが確かに浮かび上がるような気がした。でも、祖父母が亡くなってからは誰も住む人がいなくて、あっという間に傷んでしまったみたいで、最後に訪れた時には雨漏りだらけで、畳もカビが生えちゃっていて、結局手を入れる余裕もなくて、そのまま取り壊すことになってしまいました。そこで言葉を切り、白石さんは小さく息を吐く。私は母との思い出の場所を守れなかったけど、同じように消えていく古民家を少しでも救えたらって思うんです。あの頃みたいに古い家の木の匂いや廊下を歩く時のミシミシっていう音を懐かしいって思う人たちに、もう一度そういう時間を過ごしてほしい。母にも天国からそんな風景を見て笑ってもらいたい。勝手かもしれないけど、それが私の本当の気持ちなんです。思わず俺は彼女の言葉の一つ一つに胸が詰まるのを感じた。大企業の社長令嬢として会社の取り組みを立ち上げている。そんな肩書きだけを見れば冷静で要領のいい人だと思ってしまいがちだ。けれど彼女の本音はもう少しずっと切実でひたむきなものだったのだ。そうだったんですね。じゃあお母さんとの思い出こそが白石さんがこういうプロジェクトに取り組む一番の原動力なんだ。うん。父や会社の方針もあるけど、私自身は母との約束のように思ってます。母が生きていたら絶対に古いものはいいわよ。ちゃんと残しておけばきっと誰かが喜んでくれるからって言ってくれただろうから。彼女はそうつぶやくと、そっとハンドルを握りしめた。車は徐々に山あいへと分け入っていく。やがて視界が開けると、木立の向こうには昔ながらの集落が見えた。石垣に囲まれ、いくつもの瓦屋根が連なっている。その中でも、ひときわ大きな屋敷のような建物が目に入った。あれが最初に行く物件です。おー、結構立派ですね。近づいてみると、どんな状態なんだろう。敷地も広いんですよ。母屋だけじゃなくて、土蔵や納屋もあって、どこから手をつけるか頭が痛いです。
でも、その分夢も広がるんですよね。車を小さな空き地に止め、俺たちは外に降り立った。緑の匂いが濃厚に漂い、木々の葉が風にそよいでいる。さっきまで都会の街並みを走っていたのに、一気に何十年も時間が逆戻りしたような錯覚さえ覚えた。建物に近づくと、外壁や瓦の傷みは確かに激しい。ところどころに雲の巣が張り巡らされ、軒先には植物のツタが這い上がっている。しかし、長い年月を経てなお漂う威厳というべきか、ここで人が暮らしていたという息遣いのようなものが感じられる。どうでしょう。やっぱり書類だけじゃわからない部分が見えてきますよね。うん、確かに屋根なんかも思った以上に傷んでるし、土台もしっかり補強が必要そうだ。でも逆にこういう古い柱や梁にはものすごい迫力を感じます。俺は玄関から少し奥へと足を踏み入れた。埃が舞い、鼻をくすぐる。畳はシミが広がっていて、至るところが傷んでいる。しかし、廊下から見える庭や木の柱に施された堀の装飾は、今もなお美しく、当時の職人技が伺える。修繕費はかなりかかると思いますけど、それだけの価値はありそうですね。そう思ってもらえて嬉しいです。投資家たちにはコストパフォーマンスを考えろってよく言われるんですけど、私は価値パフォーマンスも大事だと思うんですよ。お金のことはもちろん必要ですけど、こういう場所が持っている歴史や記憶、人を引きつける力、それが価値になるはずだから。同感です。なんだかワクワクしてきましたよ。当時の大工が手掛けたであろう梁の組み方には、今の大量生産の家屋では味わえない工夫が込められていた。よし。じゃあこの辺りを見学した後、英語の資料を手に少し説明用のフレーズを確認したいです。実際に投資家の方々が来た時にスムーズに案内できるように。了解。必要な用語や言い回しは現地を見ながらまとめておくといいですね。あとは実際に見せたいポイントをいくつかピックアップして、そこを中心に紹介しましょう。あれこれと相談しながら、俺たちは建物の各部屋を回った。最初は二人きりで回ろうって思っていた理由、分かった気がします。え？俺がふと口にすると、白石さんは首をかしげる。いや、大勢でゾロゾロ来ていたら、こういう細部の魅力を感じ取る前に、工事費がどうとか、観光モデルがどうとか、そういう話になっちゃうんだろうなって。まずは誰にも邪魔されずに、この場所が持つ本来の良さを体で感じたかったんだろうなって思って。すると彼女は少し照れくさそうに笑った。はい、そうなんです。私自身そういう時間が欲しかったんですよね。そこには企業の重責を背負う令状ではなく、一人の女性としてこの古民家に惹かれ、守りたいと願う素直な思いがあった。日が暮れて、俺たちは予定よりも遅くなってしまった。思いのほか広かった物件を隅々まで見たせいで、車に戻った時には時計の針が深夜に近づいている。白石さんは、やっぱり気になる場所が多くて、と申し訳なさそうに笑ったが、実際この日は二人とも夢中になっていたのだ。今日はありがとうございました。小林さんが一緒に来てくれたおかげで、いろんな角度から見れたし、勉強になりましたよ。こちらこそ、俺も見応えがあって楽しかったです。あれだけ広いと、可能性もたくさんありますよね。そんな話をしながら、ようやく街の中心部まで戻ってくると、白石さんのスマホに何度も着信が入っているのに気づいた。着信履歴を見ると、そこには父の文字が並んでいる。やばい。こんな時間まで連絡もせずに。白石さんは顔を青ざめさせながら、慌てて車を降りた。そして、降りた先には見るからに怒りを抱えた男性。彼女の父である白石幸三が待ち構えていた。麗華、ようやく帰ったか。お前一体こんな時間までどこをほっつき歩いていたんだ？父さん、物件を見て回ってて。物件？そんなものを見たところでどうにかなると思ってるのか？幸三の声は街灯の下で響き渡り、その表情には苛立ちがあらわに宿っている。俺はとっさに割って入ろうとしたが、どうにもタイミングがつかめなかった。とにかく怒りの矛先がこちらにも向きそうだと嫌な予感がする。こんな時間まで娘を連れ回すとはどういうつもりだ？案の定、幸三の激しい視線が俺に向いた。いえ、決して連れ回したわけではなく、二人でプロジェクトの下見をしていただけで。余計なことをするな。俺はこんな危ない真似はやめろと言ってるんだ。うちは古い建物を修復する予算なんてないんだよ。
無謀なことをして過去の失敗をまた繰り返す気か？構造は険しい顔つきのまま吐き捨てる。失敗のトラウマを抱えているのだろう。それはわかるが、そのあまりにも強固な態度に、俺は思わず言葉を失った。一方白石さんは、父さん。と何度か声をかけようとするものの、その激しい勢いに押されて、口を開けないままだ。私たちは、決して無計画にやってるわけじゃないの。投資家の方々の興味も得ようとして、こうして下見を。麗華、お前にとってはただの夢かもしれんが、こっちは会社を潰すわけにはいかないんだ。足を引っ張るような行為はやめろ。怒声が静かな通りに響き渡り、しばし沈黙が落ちる。こんな状況では反論しようにもどうにもならない。彼女がどれだけ思いを伝えても、過去に大きな失敗を経験している構造には受け入れがたいのだろう。父さん、わかったから、これ以上迷惑かけないようにする。じゃあ小林さん、今日はありがとう。また改めて連絡するから。白石さんはかすかに震える声でそう告げると、俺に向かって小さく頭を下げた。そして乱暴な足取りで歩き出した父を追うようにその場から去っていく。俺は何も言えずに立ち尽くすしかなかった。それから数日間、白石さんの姿をカフェさくらで見ることはなかった。いつもなら午前中や夕方にふらりと顔を出して翻訳のチェックを依頼したり、新しい資料を見せてくれたりするのに、それすらもピタリと止んでしまったのだ。あの子もう来なくなっちゃったね。まあ、お父さんに色々と言われたんなら仕方ないのかもしれないが。マスターがのんびりした声で言う。俺も分かってはいるが、どこか物足りないというか、落ち着かない気持ちを抱えていた。あの夜、最後に見せた彼女の横顔は、あまりにも寂しそうだったから。だが、ある日の夕方、カフェがそろそろ暇になってきた頃、開きかけのドアから、ひょいっと白石さんが顔を覗かせた。あ、小林さんこんばんは。お店、まだ大丈夫ですか？白石さん、どうぞ。あまりお客さんいないので、ゆっくりしていってください。彼女は、店の奥のテーブルに腰を下ろすと、少し申し訳なさそうに笑う。あれから連絡できなくてごめんなさい。父のこと、いろいろあって、一旦計画は凍結しろって言われてしまって。でも、やっぱりどうしても諦めたくない物件があって。そうなんですか。もし俺にできることがあれば、ためらいながらも彼女は、カバンから一枚の図面を取り出してテーブルに広げる。見慣れた古民家のレイアウトだが、どうやら前に見た物件とは別の場所らしい。この物件もかなり老朽化が進んでいて、でも地域の人たちにとっては思い出深い場所で、取り壊し話も出てるんです。私、なんとかそこを救えないかと思って、父が何と言おうと、まずは自分の目で確かめたい。でも、一人で行くのは心細くて。なるほど。俺でいいのならついていきますよ。そう言うと、白石さんは少しほっとした顔を見せた。ありがとう。正直父がああ言うから、もう誰も私に協力してくれないんじゃないかって思ってた。でも、小林さんなら。俺もあれ以来気になってたんです。だからまた手伝わせてください。通訳でも何でも。そう伝えると、彼女は心から安堵したように微笑んだ。じゃあ、明日の朝早めから行っても大丈夫ですか？なるべく人目につかないように下見したいので。白石さんがそっと声を落としてそう言ったとき、俺は思わずマスターの方を伺った。マスターはいつもの気だるげな様子でカウンター越しに新聞を畳みながらこちらに軽くウインクを送ってくれた。それを合図に俺は、じゃあ明日の朝早くからシフトを外してもらいます。と言い、白石さんと次の物件へ行く約束を取り付けた。翌朝、まだ街が眠っている時間帯に集合して、俺たちは車で郊外にある目的の物件へと向かった。そこは前にも増してボロボロな建物だと聞かされていたが、実際に目の当たりにすると想像以上だった。うわぁ、想像以上に荒れてますね。これ玄関どこだ？こっちかな？ちょっと足元気をつけて。白石さんは資料を片手に草をかき分けながら先へ進んでいく。俺は彼女が転ばないように後ろから声をかける。足場はぬかるんでいて、下手をすれば足首をひねりかねない。床がきしむかもしれないので気をつけてくださいね。うん、大丈夫。もし何かあったらすぐに引き返そう。白石さんはそう言って懐中電灯で足元を照らしながら慎重に進む。それでも梁の継ぎ手とか見るとかなり丁寧な作りですね。ここをうまく補強できればまだ使えそうです。つい職業病のように
専門的な視点で口を挟んでしまったせいか、白石さんがと首をかしげる。慌てて俺は、いや、ちょっと、父方の家系に大工がいて、とごまかすように笑った。すると、白石さんはまじまじと俺の顔を見つめながら少し探るように問いかける。でも、小林さんってなんだか妙に建築に詳しいですよね。もしかして。彼女が確信に迫ろうとした瞬間、バキリと天井裏から不穏な音が響いた。俺はとっさに頭上を見上げる。どうやら屋根裏の古い梁が限界を迎え、崩れかけているらしい。危ない。それ以上の会話はかき消され、俺は白石さんをかばうように抱き寄せた。次の瞬間、屋根や壁の一部が音を立てて落下し、床に激しく崩れ落ちる。埃まみれの空間に悲鳴がこだまする中、白石さんが腕の中でうめき声を上げた。白石さん、大丈夫ですか？しっかりして。慌てて顔を覗き込むと、こめかみのあたりから血が滲んでいる。さらに足をひねってしまったのか、彼女は苦しそうだ。意識はあるものの、痛みで声を出せないらしい。くそー、すぐに病院に行かないと。俺は半ば強引に彼女を抱きかかえるようにして、朽ちた床を慎重に戻り、どうにか外へ脱出した。足場の悪い草むらを一生懸命にかき分け、ようやく止めていた車まで運び込む。エンジンをかけたまま、彼女の様子を何度も確認する。大丈夫です。すぐに病院に連れて行きますからね。ごめんなさい。途切れ途切れに謝る彼女の小さな声が耳に痛い。そんな謝罪聞きたくない。むしろ俺の方こそ、もっと早く気づいていれば、そう思わずにはいられなかった。そのまま近くの総合病院へ運び込んだ白石さんは、応急処置を受け、検査の結果、命に別状はなかった。ただ、頭を打った影響や足の怪我もあって、大事をとってしばらくの入院が必要、とのこと。そこまで大怪我ではなくても、もしものことがあっては取り返しがつかないから、と医師に念を押された。俺は待合室で説明を聞きながら、安堵と後悔がないまぜになった気持ちに襲われていた。自分の判断の甘さが彼女をこんな目に遭わせてしまったのでは。そう思うと胸が痛む。と、その時、廊下の奥から荒々しい足音が近づいてきた。見上げると、そこには鬼のような形相の白石幸三が立っていた。娘をこんな目に遭わせたのはお前か。一体何を考えているんだ。勢いよく詰め寄ってくる彼に、俺は立ち上がり、事情を説明しようとする。申し訳ありません。決して軽い気持ちで言ったわけではなく、危険な場所だったので、注意を払っていたつもりでしたが。うるさい。お前のせいで麗華がこんな怪我を負ったんだぞ。幸三の怒りは凄まじく、俺が口を開く余地を与えてくれない。もちろん、俺が悪いわけではないと頭では分かっていても、こうして娘が負傷した今、この怒りを真正面から受け止めるしかない。俺はただ、頭を下げることしかできなかった。二度と、麗華に近づくな。お前が彼女を連れ回さなければ、こんな事故は起こらなかったんだ。いいな。二度と顔を見せるな。幸三は、激しい怒声とともに拳を振り下ろしそうな勢いだったが、病院のスタッフに止められ、その場を後にした。俺は廊下に立ち尽くし、何も言えないまま、ただ肩を震わせている。くそ、俺のせいで。白石さんがその後どうなったのかを確かめたい気持ちはあったが、彼女の父の怒りを考えると、すぐに病室へ行けるわけもない。結局、病院を後にして、まるで逃げるようにカフェ桜へ戻った。それからというもの、俺は白石さんに連絡するのを避けるようになった。もし俺が近づけば、彼女はまた父親と衝突するかもしれないし、何より彼女の安全を脅かしてしまったことに対する負い目が大きすぎた。カフェのカウンターに立っていてもどこか落ち着かない。マスターが、相馬くん、客もいないのにぼーっとしてどうしたと声をかけるが、俺は首を振るしかない。白石さんが事故で大怪我を負った。その事実が重くのしかかり、俺は自分を責め続けた。あの時、もっと早く危険を察してやめさせていれば、あるいはあの建物に入らなければ、そんなことをぐるぐると思い返しては、胸が締め付けられる。俺が深入りしすぎたんだ。そうつぶやきながら、埃まみれの建物で倒れた彼女の姿を思い出す。もしあの時、もっと的確に状況を判断できていれば、悔やんでも悔やみきれない。父親の激怒も当然だろう。このまま俺が姿を見せなければ、彼女は安全だ。父親の元でゆっくり治療を受け、また別の道を進むかもしれない。俺はその方がいいのだ、と自分を納得させるしかなかった。
それから幾日かが過ぎ、俺は相変わらずカフェ桜のカウンターに立ちながら、心ここにあらずの毎日を過ごしていた。白石さんが入院している間に一度くらい見舞いに行こうかと思ったが、彼女の父親の怒声が耳から離れない。あれだけ二度と顔を出すなと言われれば、そう簡単に行けるわけもなかった。そんなある日の昼下がり、客のいない店内でテーブルを拭いていると、マスターがひょいと新聞を脇に置きながら声をかけてきた。相馬くん、ちょっといいかい？はい、何ですか？どうやら白石さん退院はしたみたいだね。体はまだ万全じゃないらしいが、今度大きなプレゼンをやる予定だってよ。思わずハッとして、俺はマスターの方を振り返る。マスターはポケットから一枚のチラシを取り出した。そこには、白石グループ再生プロジェクト計画発表会という文字と、場所、日時が印字されている。どうやら、投資家や地域関係者、メディアなどを集めての正式な説明会のようだ。彼女無茶をするね。怪我して入院してたのに、そんなに早く復帰するなんて。マスターは半ば呆れ、半ば感心したように首を振った。相馬くん、その日はシフトは入ってないよ。もともと休みにしておいたから、気が向いたら見に行ってきな。いや、でも、俺はあの事故のせいで。まあ、どうするかは君が決めるんだね。チラシはそこに置いておくから、後悔しないようにな。そう言い残して、マスターは、また新聞へと目を戻す。俺はテーブルに置かれたチラシを、どうにも落ち着かない気持ちで見つめるしかなかった。今更顔を出せるのか？彼女の父親に追い出された身で、どんな顔をしていけばいいのか。でも、白石さんがどんな思いでプレゼンに臨むのかを考えると、じっとしてはいられない気持ちが湧き上がってくる。プレゼン当日、結局、俺は夜も眠れずに悩んだ末、こっそり会場へ足を運ぶことにした。表向きには、彼女に会いに行くのではなく、あくまで話の内容を見学するだけという言い訳を自分にしながら、大きなビルの会議室で行われると聞き、俺は受付を遠目に見ながら会場の隅へ滑り込んだ。そこにはすでに多くの人が詰めかけていて、投資家らしきスーツ姿や地元関係者らしき初老の男性もちらほら見える。壇上には白石グループのロゴが映し出され、その横で白石さんが書類を広げながら説明を始めているところだった。よかった。思ったより元気そうに見えるな。頭に包帯の跡が少し残っているのが痛々しいが、やはり彼女の瞳には強い意志が宿っている。スライドを映し出しながら、流暢とは言えないまでも英語を織り交ぜ、再生プロジェクトの概要を海外の投資家たちにもアピールしていた。以前のように通訳が不在ではなく、今度はちゃんと専属の通訳スタッフが隣に立っているようだ。しばらく順調に進んでいるかに見えたプレゼンだったが、途中で海外の投資家の一人が厳しい表情で手を挙げた。どうやら手元のレジュメを見ながら通訳を介して何か突っ込んだ質問をしているらしい。すみませんが、この資料に書かれている数値が先ほどの説明と矛盾しているように思えます。もし古い建物を再生するというのであれば、耐震性の根拠をよりはっきり示す必要があるのでは？その質問を受けて白石さんの表情が一瞬こわばる。どうやら英語資料の一部が何かおかしい。先ほどの彼女の口頭説明と数値が一致していないのだ。しかも本来は古民家を補強した際のシミュレーション結果が示されているはずなのに、なぜか改ざんされた痕跡すらある。ちょっとお待ちください。そこは確か耐震補強の実証実験のデータを載せていたはずなんですが。慌てて資料を探し回る白石さんだったが、どうにも見当たらない。通訳スタッフもパソコンの画面を確認するが、すでにアップロードされているデータに欠陥があるらしく、急遽現場で修正することは難しいようだ。説明では、古い建築でも必要十分な耐震性が得られると強調していましたが、実際のところはどうなんです？構造が脆弱なのではないかとの懸念も出ていますが。投資家がさらに突っ込んだ質問を投げかけると、会場の空気が一気に張り詰める。これは普通の想定内の質問とは違うニュアンスだった。まるで何らかの意図を持って彼女の計画にダメ出しをしようとしているようにも見える。そのデータに関しては改めて訂正を。白石さんが言葉に詰まってしまった。古い建物なんて危険だと不安視する声も実際あります。だからこそ私たちは十分な準備をしてきたつもりだったんですが、すみません。今すぐには。彼女が戸惑う姿に会場はざわつき始める。投資家たちは、この話は信用できるのかとひそひそ話を交わし、地元関係者たちは
こんな大事な場面で何をやってるんだといった困惑の表情を浮かべる。誤った資料を出されては我々も判断のしようがありません。安全面が不透明では投資を検討することは難しいのではないでしょうか。海外の投資家たちが明らかに苛立ちを募らせ始め、会場がざわつきを増していた。その時だった。意を消したように、俺は会場の後方の席から立ち上がった。みんなが振り返り、壇上の白石さんも驚いたように目を見開く。俺は心臓が早金を打つのを感じながら、なるべく平静を装って通路を進んだ。ずっと迷っていた。来るべきか来ないべきか。けれど、彼女が窮地に追い込まれている姿を見て、いても立ってもいられなくなった。ここで黙っていたら、きっと一生後悔する。失礼します。その耐震性の件、僕から少し説明させていただいてもいいでしょうか。壇上に近づきながらそう言うと、投資家や地元関係者たちの視線が一斉に俺へ集中する。小林さん。白石さんが信じられないという顔を向けてくる。俺はそのまま壇上へ上がり、彼女が使っていたプレゼン資料を手に取った。ここには本来のデータとは違う数値や図表が紛れ込んでいた。おそらく何者かによって意図的に改ざんされたのだろう。英語部分におかしな記載があり、古民家の耐震性能が不十分に見えるような記述がされていた。これでは投資家が不信感を抱いて当然だ。改めてステージ上から投資家たちを見やると、その中の一人が身を乗り出して問いかけてきた。あなたは誰だ？大事な場面で割り込んでくるなんて相当な自信があるんでしょうね。古い建物の耐震性について納得できる説明ができるんですか？俺はスーツの裾を軽く正し、全員の顔を見渡すようにして口を開く。はい。このプロジェクトに関わっていたものです。元は通訳を手伝っていたただのバイトですが、実は日本の伝統建築、特に宮大工の工法を学んできました。だからこそ言えるんです。釘や金具をほとんど使わなくても、十分に耐震基準を満たす建物があるということ。突然の展開に会場がざわめく。そもそも、この資料には誤った数値が含まれています。ここに正しいデータがあれば、伝統工法を生かした補強計画がどれほど合理的か、ちゃんと説明できるはずなんです。実際、この地域で同じような古民家が修繕され、地震に耐え抜いた事例もありますから。白石さんが驚いたように俺の顔を見つめている。古いから危ないという先入観は確かにあります。でも日本には何百年、下手をすれば1000年以上も現存している木造建築があり、地震大国のこの国でしっかりと残っているんです。重要なのは継ぎ手の構造と力を分散させる仕組み。僕が見た限り、今回の再生プロジェクトで使われる古民家や旅館は、それらを活かせるポテンシャルを十分に持っています。投資家たちの中には、俺の言葉に耳を傾け始める者もいれば、そんなものはただの神秘主義ではないのかと怪しむ様子の者もいる。けれど、はっきりと興味を示してきたのは外国人投資家の一人だった。あなたどこかで見たことがある。以前、世界的な寺院修復のドキュメンタリー番組で、もしかして伝説の宮大工として紹介されていた小林って人と同じ姓だけど、何か関係があるのか？それを聞いた瞬間、会場のざわめきが一気に高まった。彼は目を輝かせながら言葉を続ける。ドキュメンタリーでは、わずか数人しか習得していないと紹介されていた特殊な釘なし工法を復活させたのも、小林という日本人だと聞いた。伝統木工の最高峰を極めたって、まさかその本人があなたなのか？その声に引き寄せられるように、会場中の人々が俺に注目していた。日本のメディアですら詳しく報じなかった海外の修復プロジェクトでの功績を、どうやらこの投資家は知っているらしい。壇上の白石さんも息を飲んだように俺を見つめている。苦い思いとともに、しかしもう隠しようがない事実を受け止めながら、俺は小さく息を整え、壇上の一歩前へ出た。ええ、多分その小林は僕のことです。海外の寺院や文化財の修復に参加した際、金具を極力使わない伝統工法を紹介したことがありました。ですが、あれはあくまで先人たちが築いてきた技法を学んで少し応用しただけです。僕一人がすごいわけじゃありませんよ。そう言って謙遜を試みたが、投資家はさらに興奮気味に問いを続ける。しかし、その技法を現代で自由に操れる宮大工は世界でもあなたくらいだと聞きましたよ。しかも耐震性を高めるために独自の改良まで加えていると。もし本当にそうなら、
この再生プロジェクトへの投資は決して夢物語じゃないかもしれない。その言葉を合図に、会場のあちこちで低いざわめきや、好奇に満ちた視線が飛び交う。今や、俺はただの素性不明のバイトではなく、伝統工法を極めた宮大工として認識されつつあった。俺は改めて、壇上のスクリーンに投影された、改ざんされた資料に目を向ける。そこには、古民家の耐震数値を低く見せるための誤情報が紛れ込んでいた。この資料が正しく修正されれば、皆さんが懸念している安全面の問題は大きく緩和されるはずです。僕が保証します。日本の伝統工法は、現代の技術と融合させることで、驚くほど柔軟、かつ強固な構造を実現できるんです。実際、金具や釘を使わずに、耐震基準を満たす改修が可能な事例はありますから。そう言い切ると、今度は別の投資家が手を挙げた。では、その資料を正しく上書きできれば、私たちが懸念している部分は解消される、と？俺は首を縦に振り、続ける。もちろん、実際に建物を見た上で、詳細な調査が必要ですが、僕の知る限り、このプロジェクトは古いから壊すしかない、なんてものではありません。むしろ、古いからこそ、今の時代に生きる技術や価値がある。俺の言葉を聞いた投資家たちが、互いに情報をやり取りし始める。あの伝説の宮大工の実演を一度見てみたい。詳しい補強計画をもう少し聞きたい。そんな声が上がり出し、会場の空気は明らかに変わった。壇上に立つ白石さんの背筋も、いつの間にか少しだけ伸びている。これまで散々危険や無謀だと言われてきた古い建物の再生が、もしかすると新たな投資価値になるかもしれない。そう人々に思わせるだけの波及効果が、今、この場で生まれつつある。小林くん、いや小林先生と言うべきかな。不意に構造の低い声が響き、会場のざわめきが一瞬止まる。彼はまだ苦渋に満ちた表情をしているが、その瞳には先ほどとは違う光が宿っていた。君が本当にそんな特別な技術を持っているというなら、最後まで娘の夢を支えてやってくれないか。俺は何度も失敗してきた。金の問題も抱えている。だがもう一度信じてみたいと思うんだ。それが白石構造の不器用な和解の言葉なのだと俺は直感した。かつての失敗で彼は誰よりも再生プロジェクトに対して慎重だった。それが俺の存在によって大きく揺らぎ、今こうして再び一歩踏み出そうとしている。壇上に並ぶ人々の間で何とも言えない期待感と、これから先に待つ苦労への緊張感が入り混じった空気が漂う。もちろんです。微力ながら必ずお役に立ちたい。ただ、覚悟だけはしていただきたいですよ。伝統建築の再生は楽な道ではありませんから。そう言うと、構造は小さくうなずき、白石さんはもう一度目を潤ませながら微笑んだ。その瞬間、場内にいた誰かが拍手を始め、それが少しずつ広がっていく。完璧に説得できたわけではないが、少なくとも興味を持つ投資家が増えたことは確かだった。壇上の白石さんがこちらを振り返る。震える声で、ありがとうともう一度つぶやき、深々と頭を下げた。その姿を見て、俺はわずかに笑みを返す。やるべきことはまだ山積みだ。それでも、俺たちは今、確かに同じ方向を向いている。この場所に再び、人の笑顔や温かさを取り戻すために、そして、彼女の夢を叶えるために、ようやく本当のスタートラインに立ったのだと思えた。壇上を降りた俺のもとに、白石さんが駆け寄ってきた。会場の熱気はまだ冷めやらず、あちこちで投資家やメディア関係者が動き回っている。そんな喧騒をかいくぐり、彼女は少し上ずった声で言葉をかけてきた。小林さん、本当にありがとうございました。あなたがいなかったら、きっとあのまま説明できずに終わってました。大きな混乱も起きてたかもしれないのに、助けてくれてありがとうございます。感激と安堵が入り混じった表情で、深々と頭を下げる白石さん。その眼差しを真正面から受け止めながら、俺は胸に込み上げるものを感じた。いえ、俺はただ、あなたが守りたいっていう場所を一緒に守りたかっただけです。大きなプレゼンの場なのに、急に乱入してすみませんでした。いいえ、小林さんのおかげで、投資家の方々も興味を持ってくれたと思います。父もようやく考えを変えてくれそうだし、本当に。そこまで言いかけたところで、不意に横から割って入る声が聞こえた。おやおや、白石さんに小林先生、大変結構なお話でしたね。いや、素晴らしい。さすが伝説の宮大工と呼ばれるだけのことはある。見れば、光沢のあるスーツに派手なネクタイという
ビジネスマン風の男が2、3人連れ立ってこちらに近づいてきている。先頭に立つのはがっしりとした体格で目つきの鋭い男。白石さんの再生プロジェクトを陰から応援させていただいている黒崎不動産の黒崎剛と申します。小林先生とお呼びした方がよろしいでしょうかね。先ほどのご説明、実に見事でした。やけにあからさまな営業スマイルを浮かべながら、黒崎は俺に手を差し出してくる。だが、その目は決して笑っていない。俺は握手には応じず、曖昧に会釈だけする。先生の技術力、いやー素晴らしい。ぜひ今度、うちでも何かお力を借りられないかと考えておりましてね。古民家再生はもちろん、海外の物件も多数扱っております。先生さえ良ければ、特別な待遇をご用意しますよ。特別な待遇という言葉に嫌な既視感を覚える。そうだ。かつて海外で俺を取り込もうとした連中も、最初はこんな風に甘い誘いをかけてきたのだ。そうですか。お気持ちはありがたいですが、実は白石さんのプロジェクトで手一杯なので、やんわり断ろうとすると、黒崎はさらに距離を詰め、白石さんではなく、完全に俺だけを見て話し始める。いやいや、そんな遠慮はいりません。先生の技術と我々の資本や人脈が結びつけば、ものすごいビジネスができるはずです。ほら、海外でのプロジェクトも随分大きな利益を生みましたよね。あれをもっと拡大していけば、先生の名声も高まりますし、いくらでも儲かりますよ。どうです？悪い話じゃないと思いませんか？黒崎はこちらへ執拗に顔を寄せる。俺たちはね、古い建物なんて壊して新しく建て替えた方が効率的だとは思ってるんですよ。でも先生のような特別な存在がいれば、それを利用して大々的に PR できるじゃないですか。伝統だの文化だのを掲げれば補助金も集まるし。いや、おっと、これ以上は企業秘密でしたかね。俺は眉を潜めながら黒崎の顔をまっすぐに見据えた。やっぱりあんたか。海外の人員修復で俺を勧誘してきたのは、黒崎不動産の名義じゃなかったが、書類の法人名をいくつも切り替えてるだけだろう。その言葉に黒崎の笑みが一瞬凍りつく。彼の部下たちも目を見開いて互いを見合う。何を言ってるんです？うちは海外にもいくつか法人を持ってるけど、違法なことなど何一つ。じゃあ、現地で俺が見たあのずさんな工事は何です？砂利混じりの粗悪な資材を使って、修復どころか建物をさらに危険にした。被害を受けた人たちの訴えを知りながら握りつぶした。そればかりか、俺の名前を勝手に広告に載せようとしましたよね。静まり返っていく周囲。次第に人々がこちらに注目し始める。投資家やメディア、そして構造もその場面を目の当たりにしている。黒崎は動揺を抑えきれず、顔を引きつらせた。そんな根拠もないこと、言いがかりはよしてくださいよ。黒崎が焦りに満ちた声を上げ、周囲をちらりと伺う。カメラや録音機器を手にしたメディア関係者、そして好奇の眼差しを向ける投資家たちが一斉にこちらへ視線を注いでいた。根拠ならたっぷりあります。あんたらが海外の文化財修復を名目に金を集めておきながら、実際は粗悪な材料と最低限の工期で偽物を作っていた事実。それを指摘した俺を広告塔に祭り上げようとして、海外の著名人らに嘘を吹き込んでいたこと、全部証拠を持ってるんですよ。俺の言葉に黒崎の部下たちが視線を交わす。明らかにこれ以上はまずいと言わんばかりの空気が漂っている。そんな、我々のやり方は合法的だし、問題なんて何一つ。合法的？笑わせないでください。安全基準を無視した工事で現地の人にどれだけ迷惑をかけたか。あんたたちは伝統建築って看板を利用して投資を集めながら本物の職人技を踏みにじったんだ。それが嫌で、俺は海外の修復から降りただけじゃなく、日本でも宮大工をやらなくなったんですよ。そう言いながら、俺は苦々しい思いが蘇るのを感じる。海外でのトラブルを切り上げて帰国した俺だったが、その後も国内で同様の金儲けのための伝統利用を進めようとする連中がいることを知り、うんざりしてしまった。だからカフェでバイトしながら身を隠すように暮らしていた。宮大工としての実績が知れ渡れば、またああいう人間たちに利用されかねないからだ。この技術は金儲けの道具じゃない。きちんとした目的と守りたいって思う気持ちがあってこそ活かせるものなんだ。もしこの場であんたたちがまだ俺の技術を私利私欲のために使おうとするつもりなら、不正の証拠を即座に公表します。海外での虚偽契約書類も、ずさんな工事の写真や動画も
すべて手元に残ってる。世間が見たらどう思うか考えてみたらどうですか？黒崎たちは明らかに動揺しつつも、まだ言い逃れようとする。何を言うんです？うちは日本でも真面目に事業を。真面目？ふざけるな。書類の改ざんだって、どうせ、あんたたちの仕業だろ？白石さんの修復事業をぶっ潰して、古い建物は危険だって風評を流した上で更地にし、そこに新しい施設を建てるつもりだったんじゃないか？俺が詰め寄ると、黒崎の顔が明らかに引きつっていく。知らないな。そもそも白石さんの資料が勝手に間違ってたんでしょ？うちには関係ないですよ。だったら、どうして改ざんされたおかしな英語訳と低すぎる耐震数値が投資家やメディアの元に届くんです？あんたたちには海外と日本の不動産情報をやり取りするネットワークがある。そこを通じて巧妙に混ぜ込んだんじゃないか。このプロジェクトが頓挫すればさらに安く買い叩ける。そう目論んでいたんじゃないですか？畳みかける俺の言葉に黒崎の部下たちが顔を見合わせる。明らかに自分たちの計画を察知されたと気づいているようだ。だが周囲には投資家やメディアも大勢詰めかけているため、堂々と反論することもできず、黒崎本人は声を荒げるだけ。お前、証拠があるんなら出してみろよ。いい加減なこと言いやがって。出してもいいんですよ。今すぐにだって。けど、あんたらがこれ以上俺や白石さんのプロジェクトを邪魔しないと誓うなら、ここではあえて控えてあげるという選択肢もある。まあその代わり、妨害行為は一切できなくなるでしょうけどね。海外でのトラブルもそうだが、日本でも同じことを繰り返す気なんだろ？古い建物は時代遅れと批判して安く買い取り、コンクリートの新築で大儲けする。そのためには邪魔者の計画を潰せばいいだけだ。でも、それはもう通用しません。メディアもここにいるし、白石グループの社長や投資家たちも目の当たりにしてる。あんたたちが改ざんしたデータなんかより、俺が持ってる証拠の方がよっぽど説得力を持つんだから。しばらく硬直していた黒崎は、やがて舌打ちをして目を背ける。こんな場で騒ぎたくなかったが、仕方ない。借金を抱えてる人間が強気でいられると思うなよ。白石さん、あんたにはまだ、うちに金を返せてないんじゃないか？今すぐ借金の返済ができないなら、うちとの契約を破棄するなんて無理ですよ。その瞬間、構造の表情が険しくなる。確かに、過去の失敗で借金を抱えている事実は重い。だが、構造は深く息を吐いて、毅然とした姿勢を見せた。借金は誠実に返済を続ける。時間はかかるかもしれないが、真っ当な仕事で返すと決めたんだ。娘や小林くんに恥をかかせるくらいなら、会社が潰れようとも仕方ない。もう、お前たちのような連中とは手を組まない。黒崎は再び苛立ちをあらわにするが、それを振り返るように、投資家やメディアがカメラを向けているため、強引な手段を使うわけにもいかない。結局、彼は唇を噛み締めながら、くそ、覚えていろよ。と捨て台詞を残し、部下たちを引き連れて場を立ち去った。投資家やメディアの前で悪事の一端が露呈し、さらにこれ以上の追及をされるリスクを負うにはあまりにも分が悪かったのだろう。白石さんと俺はその背中が消えるまで見送った。それから数週間、黒崎不動産の妨害工作はメディアに取り上げられ、逆に自滅の道をたどることになった。最初は強気だった黒崎だが、不正の証拠が次々と明るみに出るにつれて、会社は急速に追い詰められていった。海外での虚偽契約だけでなく、国内でも類似の手口で土地や建物を安く買い叩いていた事実が発覚し、警察の捜査が入ったという話まで聞こえてくる。やがて株価は暴落し、メインバンクも融資を打ち切り、黒崎不動産は事実上の倒産に追い込まれたのだった。その一方で、海外の投資家たちは本来の正しい耐震データを得て、白石さんのプロジェクトへの出資を前向きに検討し始めた。俺は宮大工としての技術を公開する形で、実際の修復現場を指揮し、計画は少しずつ形になっていった。古い柱や梁を解体するのではなく、新旧の材木をうまく組み合わせて体力を高める。最初こそ、こんな工法が本当に、と半信半疑だった投資家たちも、デモンストレーションで実際に釘なしの継ぎ手を組み上げる様子を見て、簡単の声を上げていた。やがて、プロジェクトが軌道に乗り始めたある日の夕方、俺は久々にカフェさくらの扉を開けた。以前のようにバイトに入っているわけではないが、懐かしい床のきしむ音とレトロな空気が迎えてくれる。おや、相馬くん。
最近随分とご無沙汰じゃないか。カウンターの向こうで新聞を読んでいたマスターが顔を上げてにやりと笑う。すみません。現場が忙しくて、ようやく落ち着いてきたんで顔を出しました。俺が頭をかいていると、マスターは相変わらずの気だるそうな調子で言葉を継いだ。別にいいのさ。うちはどうせ客なんかほとんど来ないんだから、相馬くん一人いなくたって変わりゃしない。すみません。隠してたつもりはなかったんですけど、言い出しにくくて。するとマスターは、はははと笑い、立ち上がってコーヒーポットを持ってきた。まあいいのさ。お前さんが世界的な宮大工だろうと、ただのバイトだろうと、うちには変わらない。好きにやってくれればいいんだ。そう言って、俺のカップにコーヒーを注ぎながら、目を細める。でもまあ、客足が増えないのはちょっと寂しいからさ、たまには来いよ。待ってるから。できれば、あのお嬢さんと二人でな。そんな言葉を投げかけてくるマスターに、俺は思わず頬を緩めていた。ありがとうございます。必ずまた来ますよ。俺にとってもここは大事な居場所なんで。湯気の立つコーヒーを一口すすり、懐かしい苦味と香りに微笑む。プロジェクトで忙しい日々が続いても、ここに戻って来られると思うと、不思議と力が湧いてくるのがわかる。その時、ちょうどカフェの扉が音も立てずに開いた。小林さん、やっぱりここにいた。入ってきたのは、言わずと知れた白石さん。少し乱れた息から、きっと急いで駆けつけたのだろうことが伺える。俺は、驚きと嬉しさが入り混じった表情のまま、彼女に向かって声をかけた。白石さん、今日は現場に行くって言ってなかったっけ？ええ、ちょっとだけ早めに上がれたんです。彼女の笑顔を見ていると、自然と胸の奥が温かくなってくる。マスターは、手慣れた動作でコーヒーを用意すると、俺たちの目の前にそっと置いた。はいどうぞ、ごゆっくり。うちは暇だから、好きに話して言ってくれりゃいいさ。いつものようにひょうひょうとした態度でそう言うと、彼は再び新聞を手にしてカウンターの奥へ引っ込んでいった。俺たちは並んでテーブル席に腰掛け、マスターが入れてくれたコーヒーを口に運ぶ。ほんと、コクが深くて落ち着く味。白石さんは、ふーっと息をつきながら微笑む。忙しい毎日の合間に、こうして二人でゆっくりコーヒーを飲むのはいつ以来だろう。雑音のない、穏やかな店内が、まるで二人だけを包んでくれるようだった。現場だとバタバタしてて、ゆっくり話す時間もないですもんね。俺が言うと、白石さんはわずかに寂しげに目を伏せる。プロジェクトが佳境に入ってるから、打ち合わせやら調整やら、毎日バタバタで、でも本当は、もう少し落ち着いて、小林さんと話がしたいな。彼女の言葉に、俺は自然と胸が熱くなった。俺もそうですよ。あなたとこうしてコーヒーを飲むのが、こんなに贅沢だなんて忘れてました。思わず本音を漏らすと、白石さんはカップを持ったまま、照れくさそうに微笑んだ。そう言ってくれるなら、また来ましょうか。いずれプロジェクトが落ち着いたら、ゆっくりと。マスターを巻き込んで、ここでささやかな打ち上げとか、ちょっとしたパーティーなんか開いても楽しいかも。彼女の瞳がキラキラと輝く。そんな未来の話をしているだけで、胸が高鳴るのを感じた。いつの日か、このカフェで、二人揃って肩の力を抜いて笑い合える時が来るといい。そう思うと、懐かしい苦味のコーヒーが一層甘く感じられる。いいですね、打ち上げ。絶対にやりましょう。その頃には、古い建物も新しい息吹を吹き返してて、みんな笑顔で集まれるといいですね。俺が笑い返すと、白石さんは嬉しそうにうなずいた。建物を再生するだけじゃなく、人々の関係も、そして俺たち自身の未来も新たに彩られていく。そんな予感が胸を満たしていった。